小串智子と言います。染付の、下絵付けを、線描きを主にやってます。キャリアは34年ですね。はい。まず、中立ち取ったのに、ずっとこの、絵の具で絵付けをしていくんですけど、これはもう下書きの、これから、これ焼いたやつですけど、こういう風に、また違う大きな筆で編んでいきますね。線を描く筆は、こういう筆で描いて、編むときは、この大きな筆で編みます。はい。絵の具をたっぷり含ませて、編むようにします。意外とここの焼き物はもう勢いでもうさって描くと均一じゃなくてもいいんですけど、ここはですね。きちっと描くところもありますけど、ここはなんか強弱をつけた方がいいかなっていう絵柄が多いですね。はい。昔の柄を元に、ちょっとアレンジして描かれたりとか、あと、ケザン窯は、クジラの柄とか、エビの柄とか、なんかそういうのがですね、いいと思います。人気があって。はい。きっかけは、絵を描くのが好きで、なんか手に職をなんか持ちたいなと思って、高校卒業して、9年ほどは、薬局の、販売員さん、別のところで働いてたんですけど、なんかやっぱ手に職もしたいということで、ここを紹介していただいて、はい、現在に至ってます。はい。地元はハサミです。ハサミ焼きが、はい、有名ですけど、でもやっぱりなんかちょっと絵を描きたいなと思ったので、やっぱり有田しかないかなと思って有田に来ました。だからもう何にも知らないんですよね。もう学校にも絵の学校にも行ってないし、漁業の方の学校にも行ってないし、で、何も知らずに入ったんですよ。どんな仕事かもわからずに。で、もう徐々に覚えてですね、最初はやっぱり大変でした。人付き合いも大変だったし、自分だけちょっとまだ若かったから、もうなんて言うんですかね、もう年配の先輩方ばっかりだったので、ちょっとですね、そこら辺はですね、大変でした。やってみて、まあ楽しいですし、やりがいがありますよね。自分の思っているような絵も描けるようになったし、まあなんか、作品展とかも、もうなんか、まあ出せるし、まあ、そういうところからなんか楽しいというか、まあ販売とかもちょっとやったりもできるので、売れた時は嬉しいかなって、そういう感じですね。今有田焼の伝統工芸士になって、なんか作品展とか、そういう時に用にも作らないといけないし、以前は東京の青山スクエアとか、そういうところで2回ほどですかね、グループ展とかに出させてもらって、そういう時のためとか、あと、そうですね、ここら辺の地区の展示会とかも年に1回、2回で出させていただいてます。またもう1回ですね、青山スクエアでやりたいなっていうのがあるんですよね、もう。それだけですね、目標っていうか。やっぱり最初出した時に、もうなんか自分の作品が売れた時にはやっぱり嬉しかったですね。で、また2回なんですけど、次の年もなんかその方がまたね、買ってくださった方が来られて買ってくださったりとか、そういうのがですね、やっぱり嬉しい方です。はい。やっぱり自分の好きな絵を描きますね。自分の作品はですね。毎年、のお皿は描きます。はい。私、なかなか、自分の手っていうのがまだね、わからないんですよ。もう適当に思いついたやつを描くとか、そんな感じですね。はい。後継者育成とか、そういったところに、
12年ほどは、勉強に、夜ですね、半年間ぐらいあるんですけど、週2回行ってきても、それも本当に良かったなっては思うんですよね。自分のためにもなりますし、ここでも、先輩方から教えていただいて、ちょっとお昼休みとか練習したりとかして、教えていただいたりとかですね、してましたね。はい。職人っていうのは、見て覚えるみたいな感じで、昔はたくさん職人さんがいて、本当に、よかったんですけど、やっぱり好きで入って来られると思うので、新しい方はですね。やっぱりしっかりと、教えて、覚えていただいて、あと、定年まで、ちょっとね、教えられることはもう教えていこうかなっては思いますけど、書いてても書いてる楽しいんですけど、焼き上がりですね。やっぱり窯から焼き上がった時が、うまくいってたら、やっぱ嬉しいなって感じですよね。もう書いてるよりもそっちですね。窯上がりですね。絵の具があんまり濃かったりすると、焦げたりとかするので、やっぱりそういうところは、やっぱり絵の具の濃さとかは注意しながらですね。はい。やってますね。はい。よかったってやっぱり思う時もありますよね。なんかもしかしたらちょっとあれかなって失敗したんじゃないかなと思うのもやっぱりあるので、とか、あと、なんか書き忘れてなかったのかなとかと思う時があって、大丈夫やったって思ったらやっぱり、よかったという思うんですね。はい。手の込んだ絵描いてみたい。大きな花瓶とか、大きなお皿とかにもかけたらいいなとか思いますね。時間ができたら、ちょっとね、やっぱりもうちょっと頑張ろうかなって、はい、思います。